今回の動画では近日中の開催が予想されているイベント、偉人を歩む、ウォークインザダストのイベント内容や、同時期に実装されるオペレーターの概要を紹介していきます。偉人を歩む、ウォークインザダストは、イベント、宇宙人へ孤島激震と同じサイドストーリー形式のイベントで、アークナイツでは大型イベントに分類されるイベントとなっています。イベントボリュームに関しても、戦術したサイドストーリーとほぼ同じものと言えるでしょう。ドクターは手書き標本の残ページと呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベントの主な目的となります。なお、今回のポイントもこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始される週の殲滅任務はイベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は配布オペレーターであるヘビーレインや育成素材、論面兵などとなっており、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため、イベントステージでの素材ドロップも相まって、今回も利成功率が良いイベントとなっているので、イベント期間中はイベントステージをひたすら周回できるように調整しておきましょう。ドクターの期待は絶対に裏切れません。今回のイベントで配布されるオペレーターは重装オペレーターであるヘビーレインとなっており、ヘビーレインは星熊などと同じく防御に特化した重装となっています。ただ、星熊とは異なり、味方のサポートに特化した性能で、味方の HP を回復したり、明細を付与したりといった自分だけを強化するのではなく、周囲の味方を巻き込んでの強化を得意としています。遠距離系の敵に対しては、明細付与は非常に有用なので、そういったステージでは活躍してくれるでしょう。その他の大まかなスキルの内容などは、後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。続いて、偉人を歩むにて開放されるイベントステージを紹介。通常ステージは全部で11個のステージが開放されることとなり、そのうちの1ステージはチュートリアル、2ステージはストーリーのみ、8ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。ポイントとなる手書き標本の残ページは、今回もこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、チュートリアルやストーリーを除くすべての通常ステージにて、理性1に対して1ポイントドロップします。さらに、今回の通常ステージでも素材はドロップし、WD6 から WD8 でドロップする。中級エステル、中級アケトン、RMA70 の12は、大陸版の統計サイトによれば、全ステージ中最高クラスの効率となっています。どの素材も日本版でこれまで開催されてきたイベントと並んで、最も高いドロップ率となっていますが、仮に今後のことも考えるのであれば、大陸版と同じ順番でイベントが開催されるなら、中級エステルはマリアニアール復刻まで、中級アケトンはオルモンド復刻まで、RMA70 の12は密林イベが復刻されるまでは効率の良いイベントは開催されないので、自分の手持ちと相談してどこを周回するか選ぶといいでしょう。いずれにせよ、今回のサイドストーリーも例には漏れず、ドロップ率はいいので、石割りをするのであれば、このイベント開催中にすることをお勧めします。偉人を歩むはサイドストーリー形式のため、これまでと同じく EX ステージが用意されています。EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルから変更はなく、勲章の入手には EX ステージの強襲すべてをクリアする必要があります。続いて、今回のイベントにて登場するギミックを紹介。今回のギミックは、ギミックというよりかは、もはや敵の一つの特殊能力というような仕様となっており、イベントステージの中には画面右下にある可動式戦術格納庫と呼ばれるマスが配置されます。可動式戦術格納庫は通常時は一切動作することはないのですが、特定の敵、今回であれば円で囲んだ敵の中には、特定のタイミングでこの可動式戦術格納庫からドローンを呼び出す能力を持っています。呼び出されるドローンはドローンを呼び出す敵ユニットによって異なっており、ドローンの種類は多くはないものの、場合によっては厄介な敵になることがあります。なお、可動式戦術格納庫を破壊することはできず、また、ドローンの呼び出しを妨害するということもほぼ不可能にはなっていますが、ドローンは無敵ではなく、また、耐久力もそこまで高いものではないので、今回のイベントステージでは対空狙撃を必ず編成しておくようにしましょう。なお、ドローンはそのまま放置していても防衛ラインに向かうということはなく、一定時間で消滅するようにはなっているので、戦力に余裕があるのであれば放置しておいても問題はありません。
続いて、今回のイベントで登場する新たな敵たちを紹介。今回登場する敵たちは、戦術したギミックからもわかるように、兵士たちが相手となり、ドローンを使用しての空と陸からの同時攻撃を得意としています。戦術者種は、先ほどのギミック紹介でも登場していた敵で、出現後最初の攻撃時に戦術格納庫からドローンを呼び出します。ドローンは高速で目標となるオペレーターの真上まで移動をし、移動後は一定時間、対象となるオペレーターに一定間隔ごとに物理攻撃を行います。ドローンも車種も実耐性は高いものの、HP も攻撃力もそこまで高いものではなく、対空狙撃がいればすぐに殲滅することは可能ですが、通常ステージなどでのいわゆる兵士枠となっているので、出現するステージでは大量に出現するため、放置しておくと結構なダメージを受けてしまうこととなります。重装オペレーターなどが対象になるのであれば問題はありませんが、高台のオペレーターが目標になった場合は迅速に対処する必要があるでしょう。戦術ガードナーは言ってしまえばメインストーリーで登場する武装戦闘員のような敵で、ステータスに突出した数値はありませんが、平均以上のステータスを持っています。ただ、最も厄介なのは戦術ガードナー自体ではなく、戦術ガードナーが呼び出すドローンで、呼び出されたドローンは戦術ガードナーが今いる場所まで高速で移動し、ドローンは攻撃をしないものの、ドローンの周囲にいる敵の防御力をプラス200し、HP が毎秒200ずつ回復、さらにドローン自体はマンティコアやイーさんたちのように、ヘイトレベルが低くなっているので攻撃が向かいにくくなっています。そのため、戦術ガードナーによって編成が崩壊するというよりかは、ドローンによって耐久性が大幅に上昇した敵が一気に押し寄せ、敵を処理しきれず抜けてしまうということがあるので注意が必要です。基本的にはそこまで大きな脅威になることはありませんが、厄介だと感じたのであれば、半狙撃などでドローンごとまとめて攻撃する形を取るといいでしょう。戦争の亡霊は今回のイベントでのエリートエネミーとなる敵ユニットで、高い HP と攻撃力、術耐性を兼ね備えています。そして戦術者種と戦術ガードナーが用いるドローンを両方呼び出すことができ、戦争の亡霊がステージにいる間は、戦争の亡霊以外が呼び出したドローンも含めて、ドローンの移動速度が大幅に上昇します。そのため、戦術ガードナーが呼び出す回復ドローンがさらに厄介な存在となり、戦術ガードナーの際には使えた回復ドローンが目的地に到達する前に戦術ガードナーを倒すというような戦法が、かなりの火力がなければ難しくなってしまいます。凶悪な敵というわけではありませんが、ドローンが大量に出現するステージでは面倒な相手になることがあるので、戦争の亡霊が出現した場合は、スキルを発動するなどして高火力でさっさと倒してしまいましょう。以上が今回のイベントで登場する新たな敵の一部となります。続いて、勲章システムについて紹介。今回のサイドストーリーでも、これまでのサイドストーリーと同じく勲章が存在しており、一定の条件を達成することで勲章を獲得することが可能となっています。実際のテキストとは異なる点もあるかと思いますが、獲得条件は上記の通り。以上が今回のイベントで入手できる勲章と入手条件になります。続いて今回のサイドストーリーで展開されるストーリーの概要を紹介。今回のストーリーの主役はこれまでメインストーリーの中心にいながらも過去の経歴などの素性が一切不明だったケルシーにフォーカスを当てた内容となっており、アークナイツのストーリーの時間軸の中では最も過去のものが展開されます。メインストーリーにも関わりがあるストーリーとなっているので、ケルシーの過去やパッセンジャーとの関係を知りたいのであれば一読しておくことをお勧めします。続いて、同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。偉人を歩むの同時期にはヘビーレイン、トギフォンス、パッセンジャーの3人が実装されるものと思われます。ヘビーレインのみが偉人を歩むの配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。
なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、ドギフォースとパッセンジャーはイベント終了後のスカウトでも入手することが可能です。それでは画面左から順に紹介をしていきます。見たところ、確かに優しそうな方ですが、本当にアーミヤさんの言うように親しみやすい方なのでしょうか。すみません。ぼーっとしてしまいました。コードネーム、ヘビーレイン。着任しました。ヘビーレインはオムニバスストーリー、戦地の逸話の話の一つである和光同人で初めて登場したオペレーターで、ロドスが行っている感染者の人材収容と発掘プログラムにて収容された元サルゴン軍人です。性格はもともと寡黙な部類ではあったものの、サルゴンにて親しかった友人に裏切られてしまい、より寡黙な性格となってしまった結果なのか、かなり心の声が多い様子。実際、先ほどの入植会話もぼーっとしていたというセリフよりも前のセリフは、すべて心の声となっています。なお、通常時であれば自身の意見は持たず、上司からの指示をひたすらこなし続けるという、いわゆる職業軍人な気質が目立つのですが、一方で、緊急時や味方が負傷した際には、焦燥感に駆られてしまい、日常時とは正反対に攻撃的となり、冷静な判断力を失ってしまうことがあるとのこと。それゆえに、現在はドーベルマンの考えで、過去のヘビーレインには全く馴染みのない戦い方となる重装オペレーターをしているようです。ドクター、私、昇進せずにこのままではいけませんか？いえ、違うんです。皆さんが親切すぎて、少し怖いんです。ヘビーレインは味方のサポートに特化している重装オペレーターといえ、素質は味方に物理回避を、スキルは味方に迷彩効果を付与するという、そもそも攻撃を受けないようにするという形で味方を守ります。特に遠距離系の敵が多く出現するステージであれば、ヘビーレインのスキルが発動している間は、こちらから攻撃を仕掛けない限りは攻撃目標にはならないという形になるので、先制攻撃を受けないようにしたり、パトリオットの槍投げのような攻撃の優先順位が特殊な攻撃に対しては高い性能を発揮してくれるでしょう。なお、迷彩は対象を選ばないタイプのステージギミックに対しても効果を発揮してくれるので、そういった類のステージギミックが大量に配置されているステージでも悪さをすることができるかもしれません。私はアリアン・ロット。コードネームはトギフォンス。私、凡人に使われるの嫌なんだよね。あんたがそいつらと違うところ、ちゃんと見せてくれるといいんだけど。トギフォンスはビクトリア・ウエスト軍事学院の中退生で、現在はロドスに感染者オペレーターとして加入しています。軍事学院での成績は良好、中退した理由は至って単純で、軍事学院で学んでいたことが偵察、潜入、近接格闘といった大火力を扱うようなことではなかったためです。端的に言うとトギフォンスは所持している工場兵器からもわかるように、生粋の大火力マニアであり、自分の武器で都市を相手にしたいとすらも考えているという、かなり破天荒な性格です。なお、感染者ではありますが、感染したことは滋賀にもかけていないようで、もともとロドスに担ぎ込まれた理由も何日も缶詰をしていた結果、低血糖で運ばれたという、自分の好きなことにのめり込むと、それ以外が何も見えなくなってしまうというのが要因の様子。そういった人が多いロドスはある意味で、トギフォンスには適所なのかもしれません。ドラコの炎は見たことあるよね。あれを敵の頭の上にぶちまけるのって、想像したことある？私、それを実現してあげるよ。トギフォンスはロサと同じ、最も重量が重い敵を狙うタイプの狙撃オペレーターで、高火力、低攻撃速度、高攻撃範囲を特徴としています。さらに、サルカズに対しての特攻性能を備えており、重量の重いサルカズに対しては高火力を発揮することが可能です。スキル1は攻撃をした対象にマークをつけ、味方の攻撃が集中させやすくするという、信号弾のような役割を持ちます。さっさと倒してしまいたいエリートエネミーやボスなどを処理する際に役に立つでしょう。スキル2の方はアッシュと同じ弾薬型のスキルとなっており、スキルによる攻撃回数があらかじめ決められています。竜矢が着弾した場所では一定の物理ダメージと爆発による範囲物理ダメージが発生。
いわば空襲のような攻撃となっており、もともと高い攻撃力をさらに強化するものとなっています。ロサと同じく相変わらず、かなり癖の強いオペレーターにはなっていますが、去る数が多く出現するステージでは、持ち前の効果力で面倒な敵もどんどん倒してくれるでしょう。あなた様のオペレーター、パッセンジャー。ドクター、あなた様と共に仕事ができる日を楽しみにしておりました。素敵な旅をしましょう。パッセンジャーは本名はエリオット・グラバーといい、ロドスを訪れる前はリバテー地区にあるブラックマーケットにおいての重要なトーカーをしていました。過去にケルシーと出会ったことがあり、ケルシーについては何やら思うところがある様子。素性が素性となっているため、クルビア出身ながらもクルビアには居場所がなく、サルゴンではブラックマーケットの主ではありましたが、パッセンジャー自体がサルゴンを毛嫌いしていることもあり、居場所がなく、そしてロドスへの加入方法がかなり特殊だったこともあり、ロドスでさえも居場所を見つけることができていません。パッセンジャーとは旅客、お荷物、無能という意味があります。エリオット・グラバーはこの世界においてはどこにいようが身内ではない客人、つまり赤の他人ということになってしまうのでしょう。そのコードネームをどこに行こうが、そこの身内にはなれないパッセンジャー自身が名乗っているのは最大限の皮肉なのかもしれません。私のこの滑稽なコードネームから、あなた様が何か感じ取ってくださればよいのですが。ドクター、他人を信じる必要はありません。あなた様は、お一人で何もかもやり遂げられるはずですから。ほう。どうやら異なる見解をお持ちのようですね。ならば、すべては仰せのままに。パッセンジャーはレイズと同じく攻撃が跳躍するタイプの術師となっており、レイズと比べるとスキルは全体的にコンパクトな性能となっています。カタログスペックとしては強力なオペレーターには見えますが、跳躍型術師ということもあり、残念ながらあまり強力なオペレーターではありません。範囲内の敵を一度にまとめて攻撃できるという点は優秀ではありますが、いかんせん火力がないので雑魚敵ですら一掃しづらいという状況となってしまっています。そのため実装時点では強化が前倒しされない限りは性能面で言えばかなり厳しい性能だと言わざるを得ません。ただ大陸版では8月に跳躍型術師の強化が行われており、それに伴いパッセンジャーも強力なオペレーターというわけではありませんが、通常運用ができるレベルまでには強化が行われています。なのでその強化を見越して今回入手しておくのもいいかもしれません。続いて同時期に実装される可能性のある専用コーデを紹介。以上が同時期に実装される可能性のある専用コーデとなります。続いて同時期に実装される可能性のあるシステム面のアップデートについて紹介。今回のアップデートではコンバットターミナルとサポートシステムに調整が行われるものと予想され、該当するシステムに新たな機能の追加や UI の調整などが行われます。それではまずはサポートシステムのアップデートについて紹介。今回のアップデートでサポートシステムは大きく改良が行われ、
これまでのようないわゆるサポートガチャをする必要はほぼなくなりました。変更が行われた点は、まず画像を見てもらえればわかるように、サポートが職種によって分かれるようになりました。各職業大体9体のオペレーターがピックアップされる形となり、それが8種類となるので、毎回およそ70体前後のオペレーターがサポートに表示されるようになります。サポートに表示されるオペレーターの性能はこれまでと変わらず、自前の編成内のオペレーターのレベルが1人でも昇進2以上であればレベル最大に、昇進1が最大なのであれば、昇進1のレベル最大となり、スキルレベルは専有なのであれば特化3、専有でないのであれば、レベル7が最大となります。専有に関しては、サポートに選択されているオペレーターが他の専有と被っていないのであれば、ほぼ全員が同時に表示されることとなり、専有が多くいるのであれば先述したように、サポートガチャをする必要はほぼなくなるでしょう。また、専有以外のプレイヤーに対しては、これまではサポートを使用してステージクリア後に、ようやく専有申請ができるという形でしたが、今後はサポート欄からも専有申請が可能となるため、サポート欄を専有探しのツールとしても使いやすくなっています。そして、肝心のサポートリセットの回数ですが、こちらも大幅に緩和されており、以前は午前4時と午後4時に10回ずつリセット回数が補充されるのみでしたが、今回からは回数制限がなくなり、1回につき3秒待つことでリセットが可能となりました。なお、3秒でリセットできるのは連続だと10回、それ以降は10秒に1回、1分に1回と徐々にクールタイムは長くなっていきますが、最初にリセットを行ってから10分経つことで、再びクールタイムは3秒へと短縮されます。なので、仕様変更前とは比べ物にならない回数のリセットが可能となっているわけです。続いて、コンバットターミナルのアップデートについて紹介。今回のアップデートで、現在の日本版ではこの画面に相当する画面に変更が行われ、このような画面に変わります。この画面内からイベント、危機契約、殲滅など、すべてのステージに飛ぶことが可能となり、また、殲滅作戦であれば、今週の合成玉を取得したかなどが表示されるため、ドクターが今、どのステージを周回すべきかなどをシステム面から提示してくれるようになります。さすがに、どの素材が足りないのかなどの提示はしてくれませんが、合成玉の取り忘れなどは大きく減るのではないでしょうか。なお、大陸版ではここからさらに表示のアップデートが行われ、イベントの表示が大きくなり、スケジュールの進捗度合いも表示されるようになっています。そして過去に開催されたイベントの一部が今回から常設となり、いつでもプレイすることが可能となります。今回のアップデートと同時に常設化されるイベントは、騎兵とハンター、青く燃えゆる心、幻想の掟、闇夜に生きるとなっており、闇夜に生きるは感想曲の欄に、それ以外のサイドストーリーは逸話の欄に追加されます。この感想曲と逸話の違いはメインストーリーにどれだけ関わっているかとなっており、闇夜に生きるはメインストーリーに深く関わっているので、感想曲、それ以外はメインとの関わりは薄いストーリーとなっているので、逸話となっています。なお、常設に追加される時期も感想曲と逸話で異なっており、逸話の方は復刻が行われてからとなっていますが、感想曲はイベント終了後はそのまま常設入りとなります。例を挙げると今回の偉人を歩むは感想曲となるので、イベント終了後はそのまま常設に入り、ボルモンドの白母は次の復刻の後に常設入りすることとなります。なお、常設入り前にすでにイベントを1ステージでも遊んだことがあるのであれば、そのままステージに突入することはできますが、一切プレイしたことがないのであれば、自走の結晶と呼ばれるアイテムを消費してイベントを開放する必要があります。自走の結晶は毎週月曜日の朝4時にストックが最大でなければ1つ配布され、1つ消費することでイベントを1つ開放することができます。そのため、現状一切イベントを開放していない方でも1ヶ月もあれば、騎兵とハンター、青く燃えゆる心、幻想の掟、闇夜に生きるの全イベントを開放することができるというわけです。ただ、自走の結晶は最大ストック数が2個とかなり少ないので、イベントを開放したいと思っているのであれば、さっさと使用して開放しておいた方が無難です。そして、初回クリア報酬に関してですが、こちらはステージを一度もクリアをしていないのであれば入手することができます。つまり、サイドストーリーで配布されていたオペレーターが、ようやく期間を問わずに入手できるようになったというわけです。なお、常設化したイベントステージでの素材ドロップは、通常ステージやオムニバスストーリーとほぼ同等というようなレベルなので、
時間短縮ができるステージなどでなければ、わざわざ周回する必要はありません。なお、この他にも小さなアップデートとして、状態異常のテキストをタップすることで、その状態異常がどのような効果なのかを示す説明や、研修任務の8段階目が追加され、クリア報酬としてテキサスを入手することができます。そして、タップが面倒だった公開求人もこのように、ワンタップで募集時間を最大となる9時間にすることが可能となります。以上が今回のアップデートと同時に実施される可能性がある調整内容となります。同時期には各シリーズ救急専門家チーム事務室が実装されます。ヘラグ、テキサス、スペクター、ヘイズの階層記録と逆離演算も実装予定となっています。ただ、こちらに関しては大陸では闇夜復刻にて追加されたエクシア、シデロカ、インドラ、ノイルホーンの階層記録と逆離演算が日本版ではスルーされているという状況なので順番がずれるかもしれません。大陸版では同時期にもスティマ、ライフー、清流、メイが公開求人入りしました。前回の公開求人の追加は大陸版と同じタイミングでしたが、相変わらず公開求人に関しては動きがよくわからないので参考までに。以上がサイドストーリー、偉人を歩むと同時期に実装されるオペレーター、専用コーデなどとなります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。